あなたの手の中にあるスマートフォン、机の上のペン、ゲームのコントローラー、歯ブラシの絵、これらのプラスチック部品には一つの共通点があります。どれも金型という装置から生まれているということです。このチャンネルではこれまで個人の手に降りてきた技術を追いかけてきました。基板も 3D プリンターも設計ソフトもかつては工場や企業だけのものでした。それが今や個人の手の中にあります。ところが一つだけ例外があります。6500年もの間ずっと個人の手に降りてこなかった技術、それが金型です。誤解のないように言っておきます。型を作ること自体は決して難しくありません。庭に砂で型を掘り、溶かしたアルミを流し込めば誰でも鋳物が作れます。机の上で樹脂の型を作って少量のパーツを複製している人も珍しくありません。型作りはむしろ開かれた技術です。それでもたった一つだけ6500年かけても個人の手に降りてこない領域があります。それが量産用の金型です。数百万回の成形に耐え、ミクロン単位の精度を保ち、鏡のような表面を写し取る。この3つを同時に満たす型だけは今も職人の頭の中にしかありません。そもそも金型とは何でしょうか。溶けたプラスチックを高い圧力で流し込み、同じ形を何百万個も作るための型です。スマホのケースもペットボトルのキャップも全てここから生まれます。この量産用の金型を1点作るには安くても数十万円、本格的な仕様なら数千万円に達します。人類が型を使い始めたのは今から6500年以上前。その長い年月の間に人類の道具は石器からコンピューターへと変わりました。それでも金型の革新は古代に溶けた金属を流し込んだ時と本質的に変わっていません。なぜなのか。技術の歴史からその理由を解きほぐしていきます。今から約6500年前、ブルガリアの黒海沿岸バルナ湖のほとり、ここで誰かがろうで小さなアクセサリーの原型を彫りました。それを粘土で包んで焼きます。溶けたろうが流れ出ます。残った空洞に溶かした金を流し込みます。冷めたら粘土を割って金のアクセサリーを取り出します。この技法をロストワックスと呼びます。1972年、バルナの工事現場で古墳が発見されます。そこからこの手法で作られた金製品が出土しました。作られた年代は紀元前4550年から4450年頃と推測され、世界最古のロストワックスによる金製品とされています。ここで強調したいことがあります。ロストワックスは単なる古代の技術ではありません。今も最前線で使われています。あなたがもし虫歯を直して金属のかぶせ物を入れたことがあるなら、それはほぼ確実にこの技法で作られています。歯科技工士は歯の型から起こしたろうの模型を使ってあなた専用のかぶせ物を鋳造しています。それだけではありません。旅客機のジェットエンジンの内部で高温と高圧にさらされるタービンブレード、あの複雑な金属の翼もロストワックスで作られています。金属の粉を積み上げる 3D プリントではあの中空の冷却の通り道を持つ形は再現できません。6500年前のバルナの職人と現代の航空エンジニアが同じ原理を使っているのです。型のアイデアは世界の各地で生まれました。メソポタミアでは石を掘った型で銅の道具を作っていました。そして中国では別の手法が選ばれます。紀元前1300年頃、殷王朝の都があった現在の河南省安陽。ここの工房では粘土を複数に切り分けた鋳型が使われていました。工程は複雑です。まず粘土で器の内側の芯を作ります。その周りに外側の形を作ります。
さらに外を粘土で覆い乾かしてから切り分けます。型を組み直し、隙間に溶けた青銅を流し込みます。そして型を壊して中の青銅器を取り出します。一度きりの型です。同じ型は二度と使えません。表面を磨き上げればようやく完成です。その到達点が1939年に出土したコーボボテイです。重さは832キロ、高さは133センチ。現存する古代の青銅器として世界最大、世界最重量の記録を今も持っています。これを作るには1000キロを超える金属の原料、複数の溶解炉、組織化された職人集団が必要でした。紀元前13世紀の時点で型はすでに一個人では作れない領域に到達していました。時代は一気に進みます。15世紀の半ば、ドイツのマインツ、ヨハネス・グーテンベルクが金属活字の鋳造システムを完成させました。これは後の金型産業すべての原型になります。まず、硬い鋼の棒の先に文字を彫ります。これを柔らかい銅に打ち込むとへこんだ型ができます。その型に鉛と錫の合金を流し込みます。すると同じ活字が何本でも作れました。この生産性がグーテンベルク聖書の量産を支えました。ページが42行で組まれていたことから42行聖書とも呼ばれます。この聖書は世界初の活版印刷による書物です。一冊はおよそ1280ページ。手書きで写すなら1年近くかかる聖書をグーテンベルクは約3年で180部も生み出しました。ただし民主化されたのは印刷物でした。活字を鋳造する装置の方ではありません。父型を彫る職人、合金の配合、そして鋳造の技術、これらを持てたのはマインツの工房か契約を結んだ印刷業者だけでした。グーテンベルク自身もその装置を自力では持てませんでした。彼は印刷業を営んでいたヨハン・フストから計1600ギルダーの融資を受けていたという記録が残っています。当時800ギルダーあれば小さな農場が何軒も買えたといいます。つまり1600ギルダーは一つの事業を丸ごと起こせるほどの大金でした。返済をめぐる裁判の結果、グーテンベルクは印刷の機材をフストに引き渡すことになります。情報を民主化する技術そのものはすでに資本の側にあったのです。ここから金型の物語は一気に量産へと進みます。1785年の夏、パリ郊外ヴァンセンヌ城の地下牢、フランスの住職人オノレ・ブランがある実演をしました。彼が手にしたのはマスケット銃。当時の主力だった兵器で、銃口から弾を込める全装式の歩兵銃です。彼は50丁分の部品をすべて分解して混ぜ、ランダムに取り出して目の前で組み上げてみせました。当時同じマスケット銃でも職人ごとに寸法が微妙に違いました。部品の互換性は存在しませんでした。ブランの実演はその常識を覆すものだったのです。この実演を見ていた一人が当時フランス公使だったトーマス・ジェファーソン、後のアメリカ大統領です。彼は本国への手紙にこう書いています。マスケットの部品が完全に同じサイズに作られていて、あるマスケットの部品が他のどの個体にも使える。これが互換性のある部品の初期の実演記録です。しかしブランは同業の職人たちには受け入れられませんでした。一丁ずつ手で仕上げる職人の価値観と、どれも同じ部品という思想は真正面からぶつかったのです。ブランの試みはフランスでは広がりませんでした。互換性という考え方が根付いたのはアメリカでした。19世紀の初め、アメリカ政府は2つの造兵廠で銃を作っていました。スプリングフィールドとハーパーズフェリーです。ここでの課題は銃の部品を誰が作っても同じ寸法にすることでした。そのためにジグとゲージ、専用の工作機械が使われました。1816年には
重機製造業者のシメオン・ノースがフライス板を作ります。職人の手の感覚ではなく、道具が寸法を決める仕組みです。1820年代、2つの造兵廠は部品の互換性を達成しました。手で削って合わせる時代から、型と機械で同じ部品を作る時代に変わりました。この方式はアメリカンシステムと呼ばれ、やがて銃から時計、ミシン、農機具へと広がっていきます。次の段階は金属を型で打ち抜く技術でした。1890年頃、ドイツの自転車メーカーが鋼の型で金属の板を打ち抜き、部品を作り始めます。この方法は早く安くできました。プレスの型一つで同じ金属部品を何千個も作れます。自動車がこの技術を取り入れたのはそれより後でした。ヘンリー・フォードも初めはプレス加工に乗り気ではなかったといいます。フェンダーをプレスで作る方が鋳造より早く安く品質も変わらないと技術者たちがフォードを説得しました。ヘンリー・フォードがフォードを創業した20世紀の初め、自動車はまだ富裕層の贅沢品でした。当時の自動車の価格は$2000から$3000。一方、その頃のアメリカの労働者の年収はおよそ$600でした。つまり自動車は年収の3年分から5年分。とても手の届く買い物ではありませんでした。これを変えたのがフォードモデル T です。1908年に登場し、発売時の価格は$850。同時代の高級車の半分以下でした。そしてモデル T を本当に大衆の車に変えたのが1913年に導入された移動式の組み立てラインです。1台あたりの組み立て時間が12時間半から93分に短縮されました。価格は下がり続け、1927年までに累計1500万台を超えました。ここで見落とせないのが組み立てラインの裏側で起きた変化です。それは金型の巨大化です。ヘンリー・フォードが築いたリバールージュ工場では金型棟が 8.5 エーカーを占めていました。東京ドームの面積のおよそ7割です。そこで4500人の熟練工が働いていました。組み立て工は熟練していなくても良くなりました。しかし金型を作る職人はむしろ希少になりました。車は大衆のものになり、金型は専門家のものとして残った。この分かれ道が20世紀の金型産業の性格を決めます。そしてその性格を決定づけたのがプラスチックの登場でした。1872年、アメリカでハイアット兄弟がある特許を取得します。プラスチックの一種であるセルロイドを型で成形する技術です。これが射出成形機の起源とされています。射出成形とは、溶かしたプラスチックを金型に注ぎ込んで成形する方法です。この基本の仕組みはその後70年間ほとんど変わりませんでした。1933年、イギリスの ICI という化学メーカーで科学者たちが実験装置を週末の間放置しました。月曜の朝、容器の中にろう状の白い固体が見つかります。ポリエチレンの誕生です。今やレジ袋からパイプまで最も大量に使われているプラスチック。それは終末の偶然から生まれました。もう一つの主役がナイロンです。1935年、アメリカのデュポンが世界初の完全な合成繊維を作りました。1940年に売り出されたナイロンのストッキングは初日に各地で行列を生み、爆発的に売れました。イノベーションは材料だけではありませんでした。製造機械にも革新があったのです。1946年、回転するスクリューで材料を溶かし、混ぜ、そのまま金型へ送り込む方式が生まれました。品質の制御が飛躍的に高まります。今の射出成形機のほとんどがこの方式です。ここで金型は民主化に対する決定的な壁を手に入れます。射出成形の経済は2つの数字で決まります。金型の初期投資と
量産した時の部品1個あたりの単価です。本格的な量産用の金型は数百万円から数千万円以上。一方、量産した部品の単価は1個あたり100円単位まで下がります。つまりこういうことです。10万個売れる見込みがあれば、金型に数百万円かける価値がある。しかし100個しか売れないなら金型を作る価値はない。こうして大量生産によるプラスチック製品は暮らしに浸透しました。しかしそれを生む金型は未だ企業の工場の中にあり続けるのです。2000年代以降、世界の金型製造の重心は中国へ移ります。その象徴が広東省のドンガン、長安鎮です。面積は81平方キロ。東京の港区とほぼ同じ広さです。この小さな町に金型と金属加工の企業が1600社以上ひしめいています。個人の工房まで含めればその数は1万近く。地元ではここを30分産業圏と呼びます。どの金型工場も車で30分以内に必要な材料も部品も加工サービスも全て揃えられる。図面さえあれば街の中だけで金型が1本完成する。それがドンガンの凄みです。ここから世界中に顧客を持つ金型メーカーも生まれました。EV の電池パック用金型を手掛ける企業もこの町から生まれています。生産量においてドンガンは圧倒的な存在になりました。かつて中国の金型は安いが精度は低いと言われていました。2006年の時点では業界団体の幹部自身が精度や仕上げは国際標準から大きく遅れていると認めていたほどです。しかし2010年を転機に状況は大きく変わります。中国の BYD が自動車用金型の世界最大手である日本の荻原の主力工場を買収したのです。これを機に技術力が大幅に向上し、世界の金型生産における中国のシェアは大幅に躍進。一方、日本のシェアは2019年に 14.8% でしたが、2024年には 7.8% まで低下しました。コストと技術力で勢いを伸ばす中国。しかし金型は個人のものになったのでしょうか。確かに型の外枠や位置決めのピンといった金型に必要なパーツは安く手に入るようになりました。これらは個人でも1セットから発注できます。しかし製品の形を決める中身の部分は別です。樹脂を通す通り道、冷却の水路、型から製品を抜く仕組み、ここは依然として職人の仕事のままです。中国は金型を安くしました。しかし民主化したわけではありませんでした。2010年代の初め、ワイヤードの編集長で後にドローン企業を立ち上げるクリス・アンダーソンがメーカーズという書籍の中で 3D プリンターが金型に取って変わると予言しました。製造は工場からデスクトップに引き戻されるという大胆な主張はムーブメントの火付け役になりました。多くの業界予測もこの線に沿っていました。あれから10年余り、予言はほんの少しだけ当たりました。3D プリンターは確かに製造の現場を変えました。試作のスピードは劇的に上がり、少量生産では金型を使わない選択肢も生まれました。それでも金型を置き換えるには至っていません。2024年、世界の 3D プリンティング産業の規模は日本円でおよそ3兆2000億円です。一方、産業用金型の市場はおよそ8兆6000億円。3D プリンター産業の2倍以上あります。なぜ置き換えられなかったのか。理由の一つは強度です。一般的な 3D プリンターは材料を層状に積み上げます。この層と層の境目が弱点になります。木の板を思い浮かべてください。繊維に沿った方向には折れにくいが、繊維を横切る方向には割れやすい。3D プリント製の部品もこれと同じで、層を剥がす方向の力に弱いのです。
ただしこれは固定された弱点ではありません。2025年には層と層の結合を 1.5 倍に高める新しい材料の研究が報告されました。剥離への弱さは今少しずつ克服されつつあります。3D プリンターは量産の領域を確実に削り取っているのです。それでも最後の砦は残っています。表面の美しさです。射出成形では鏡のように磨いた金型の面がそのまま製品に写し取られます。スマートフォンの透明なレンズ、光沢のある化粧品のボトル、あのピカピカの質感は層の筋が残る 3D プリンターでは出せません。メガネのレンズもカメラのレンズも今も金型でしか作れないのです。では 3D プリンターで金型そのものを作ればどうか。3D プリンター大手のストラタシスによると、樹脂で印刷した型で作れる部品は顧客の実績で平均数十個ほど。条件が良くても数百から1000個ほどが上限です。本格的な鋼の金型は100万回を超える成形に耐えます。その差は3桁です。3D プリンターと射出成形、どちらが安いか。答えは作る数で決まります。受託製造のフィクティブが試算したある複雑なナイロン部品ではわずか130個で逆転します。一方 3D プリンターメーカーのフォームラブズが自社のある部品で計算した例では、その分岐点は13050個。片や130個、片や13050個。同じ問いの答えが部品次第で100倍も変わります。小さなロットでは 3D プリンターが、大量生産では金型が安い。その境目が部品ごとにまるで違うのです。ここまで6500年の歴史をたどってきました。最後に一つの問いに答えを出します。なぜ量産用の金型だけが今も個人の手に降りてこないのか。物理の壁とお金の壁はすでに見てきた通りです。高圧に耐える金型用の鋼。ゼロから削り出す初期費用。しかし、最も高い壁は3つ目にあります。人の壁。つまり職人の勘です。樹脂をどこから入れるか、どこを冷やすか、どうやって型から抜くか。これらの判断は図面には書ききれません。設計ソフトは進化し、今では金型の基本構造を自動生成できます。それでも最後に残る仕事があります。自由曲面を鏡のように磨き上げる仕上げの研磨です。この研磨だけは自動化が進んだ現代でもほぼ完全に人の手に委ねられています。一人前の金型職人になるには10年単位の修行がいるとされます。この時間は技術の進歩では縮められません。設計図も配線も個人に開かれた。それでもこの最後の暗黙知だけが聖域として残っているのです。その聖域は今静かに揺らいでいます。2026年の金型産業は世界全体では成長しています。市場を牽引しているのは皮肉にも自動車の EV 化です。新しいバッテリーや内装には新しい金型が必要になるからです。ところが日本国内の景色は逆です。2025年、日本の金型メーカーの倒産と廃業は9ヶ月で126件。過去10年で最も早いペースでした。生産高はピークだった1991年から3割近く減っています。新しい仕事は中国や東南アジアへ流れ、国内に残った職人は高齢化とともに静かに姿を消していき、国際的な需要から取り残されたまま担い手だけが失われていく。日本の金型産業は生き残りをかけた変革期を迎えています。古代バルナの職人が溶けた金を粘土に流し込んだ時、型は壊さなければ製品を取り出せない装置でした。グーテンベルクが活字を鋳造した時、それは出資者なしには持てない装置でした。そして2026年の今も金型は熟練の手を必要とする装置のままです。3000年以上その本質は変わっていません。あらゆる技術が個人の手に降りてきた時代に
量産用の金型だけが最後の聖域として残り続けています。その聖域を守っているのは特許でも巨大な資本でもありません。一人の職人が長い年月をかけて指先に刻み込んだ言葉にならない勘です。その勘が受け継がれなくなった時、聖域はどうなるのか。その答えはまだ誰も知りません。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録をお願いします。ファブシーンではハードウェア開発やデジタルファブリケーションの最前線を日々お届けしています。最新の記事は概要欄のリンクからファブシーンのサイトをチェックするか、X の公式アカウントをフォローしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。